岡崎秀彦さん、当時17歳。爆心地から3kmの東雲で被爆しました。当時広島市工業専門学校へ通っていた岡崎さんは登校の途中被爆しました。岡崎さんは小網町にいた弟を原爆で失いました。高田郡に疎開していた両親と妹は無事でした。市民の手で原爆を記録しようという運動の中で岡崎さんは昭和49年被爆の様子を描きました。8時少し前だったんですが、その時に弁当一つ持ちまして、で割と早足で学校へ行くつもりで出てたんですが、そしたらちょうど肘山小学校の前あたりまで来た時にいわゆる原爆の激しい閃光と爆風にあったわけです。それでその時に私はちょっとこの首の後ろの方をやけどをしまして、それも自分では気が付かなかったんですが、後でどうもこのうなじあたりが熱いので、いつまでもヒリヒリヒリと熱いので、友達に「おいちょっとここ俺やけどしちゃおらんか見てくれんか」言ったところが、友達が見て「あんたそこやけどしとるじゃないか、帽子が半分焼けとるじゃないか」いうようなことを言われましてね。でそれで慌てて黒い帽子なんですが、黒い帽子を脱いでみたら、右から爆風を受けたもんですから、右半分が黒い帽子の毛羽が立ってるんですが、その毛羽が全部焦げ茶色に変わっておりましたです。志向の生徒が疎開作業、建物疎開の作業にたくさん出てて、それがちょうど肘山の向こうがちょうど市内の中心に近い方ですが、その方で被爆してみんな負傷して倒れとるから、それを救助に行ってくれということだったもんですから、肘山の上へ上がったんですが、その時、上がって少し広いところへ出まして、それでその広いところを見た時の状況がこの絵にありますようなこういう状況でありまして、こっちはちょうど駅の方がですね、駅の方が燃え上がってるんですね。でこの広場があると、広場の周り、結局空を絶えずおそらくアメリカ軍の飛行機の爆撃の観測機だったと思うんですが、そういうのが絶えず1機か2機絶えず上で爆音を轟かしておりましたもんですから、みんな怖くてですね、この山の端、広いところへはなるべく出ないようにして端の方に避難しとるわけですね。それでそれほとんどみんな裸でして、上半身はほとんど裸でして、ここに私が助けに行った志向の生徒が一人ですね、ここにその頃の中学の2年生だったと思いますが、そういう小さい子がここに一人倒れておりまして、志向の保健婦さんかなんかがそばでこの子の服をですね、上着を広げて、何しろカンカン照りですから、その影を作ってやっておりました。それでその子はもうすでに何にも口が聞けない状態で、だからもうほとんど状況を聞くこともできないようなありさまでした。それでその時の中に
私が気が付いたら女の子がですね、これもう上に着てるものがみんな破れて、そして皮膚の皮もこうむけてですね、それで足の表面が足袋が破れたように両方へ皮がむけてしまって、こうずるずると皮をひこずってるんですね。それで人間の皮っていうのはこうむけるとそれが縮んでしまうらしくて、たくさんボロッキレのをこう縮んだようなこう格好になって、それがこうひこずっておりまして、それでそのために赤みがむき出しになっておりましてですね、その赤みとそして皮の間にそこらの砂がくっつくわけです。それでそれが痛くて、この子一生懸命それを指でつまんでは取っておったですね。でその子もちょっと見たところは頭へまるでパーマかけたように髪が広がってるんですが、これは熱線で頭の髪が焼けてそういうふうに縮んだんだと思うんですが、で男のこれはなんか中学生ですが、髪の毛がこうあるんですが、尖頭帽だったですね。あの頃の帽子かぶってるんですが、その帽子もちろん吹っ飛んであったんですが、それで吹っ飛ぶとその帽子から上だけが髪が残ってるんですね。それで帽子から下の裸の部分が全部やけどしてますから、ちょうど髪がどんぐりがおちょこをかぶっておりますが、それ逆さまにしてみたような格好ですね。そして顔は倍くらいに腫れてるし、目が開かない、それで唇も普通の人の倍くらいに膨らんでですね、そのために口がちゃんと閉まらない、よだれが出る、そして顔の顎の方には皮のむけたのがこうたくさんぶら下がっているというような状況で、そしてそこらをどうにもしようがないので、あっち行ったりこっち行ったりいうような格好でおりましたです。岡崎秀彦さんの証言でした。